はい、オートメッセ in 愛知2025始まりましたと。朝の9時に会場前に集合して、今夕方の4時なんですけれども、こんな感じでもうやっとブースがね出来上がりましたね。ここにね僕の車を今回展示したんで、明日から僕の車を全国から集まった磨き職人がひたすら磨いてピカピカにしていくライブ磨きっていうのをやるんで、今回の動画では僕の車がねこの状態からどこまでピカピカになるかっていう様子をねじっくりとお伝えしたいと思いますんでね、ぜひ最後まで見てってください。はい、ということでオートメッセの初日が始まりますね。で今日からですねひたすらライブ磨きっていうのをやるんで、その様子をねじっくりとお見せしようかなと思います。まあすでにやる前から正直めっちゃ綺麗な気しますけれども、全国の磨き職人から言わせるとちょっとねなんか水垢があったりとか結構あるらしいんで、その辺ねまたどんな感じで綺麗になるかお見せしたいと思います。ということで始まりますね。お久しぶりです。お久しぶりです。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。多分前コーティングやってもらって、そうですね。1年ぐらい前ですよね。だいたい1年ぐらい前。はい。でどうですか今の状態見てもらって。やっぱり洗車していただいたりしてるんで、やっぱり洗車傷っていうのが少なからずついてるかなっていう感じはしますね。見た感じ。じゃあ今からこのヘッドライトの上、この辺りにちょっと傷が入ってるんで、それを取っていきます。なんかそこだけ色変わったような気しますね。そうですね。やっぱりその1年前ということで、多少やっぱり日焼け、コーティング層の日焼けとか、汚れの小傷が消えていくので、クリア感が出るっていうイメージがあると思うんですけど、そういうのがやっぱ磨いたところだけ。いやなんかちょっと色濃くなったような気しますね。そうですね。やっぱりカメラで映ってるかわかんないですけども確かに肉眼で見るとやっぱり濃くなってっていう感じが大きいですね。動画じゃ分かりにくいんですけど。そうですよね。これ生で見るとやっぱすごいですね。こういう感じでまるっとオートメッセ中に、査定さんのこのスイフトさん、これを1台まるっと磨いていきます。1日2日で2日でいきますんで、じゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これで今ひたすら傷消しですか？傷を消すというよりかは、光沢感を上げるための泥団子をピカにしていくみたいな感じの微妙な加減をひたすらだから磨いて光沢感上げてってる、団子を光らせてる感じです。やりすぎてもそのバランス崩れるんで、バランスを見ながら今整えていってるようなところになります。これでもう側面が終わりと。そうですね。ピカピカになりましたね。まだあとちょっと細かいところは残ってるところもあるんですけど、そこはもう微調整しながらなところなので、全体バランス見てっていう感じにはなりますね。で最後にコーティング塗ってフィニッシュと。そうですね。そういうような流れになります。ありがとうございます。もともとね車綺麗ですけど、洗車傷とか少しやっぱりスクラッチみたいな傷が残ってたんで、そこを今ひたすら消してってくれてると。だいぶここに結構深いのがあったんですけど、パッと見はもう分かんないレベルですね。分かんないレベル。分かんないですね。この辺ですよね。そうですね。この辺りにこういう傷があったんですけど、見えへんですね。見えないと思います。見えないですね。見えないぐらいまでは消えてるはずです。いやー、磨きでやっぱここまで消えるもんなんですね。やっぱり洗車の限界があるので、ある程度のところまでは洗車で綺麗にはなるんですけど、それ以上ってなるとどうしても研磨じゃないと、やっぱり洗車傷っていうところをきれいにするにはちょっとしんどいところがあるかなというふうには思いますね。ただよくありがちなのは、女性のバッグとかお子さんのランドセルとかが
車のボディに当たってちょっと傷が入っちゃったとか、そういうことはありますけど、そういうのも薄めの傷であれば、かなり消えるので、もしそういう洗車傷とか、なんか本当は洗車したのに車がちょっとぼやけて綺麗に見えないなっていう時は、こういう研磨とか洗車をこうプロとしてやってる方にお願いすると、結構車の色味が傷が消えたことによって白っぽさが抜けて元々の色がしっかり出てくるような感じにはなると思うので、もしよければ研磨を体験していただけるといいかなと。研磨大事ですね。大事だと思います。もうツヤが全然違うので。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。いつもお世話になってます。いつも洗車ブースで洗車してる横の洗車屋さんのひろきんさんです。いつもレンタルスペースご利用ありがとうございます。いや、レンタルブースクーラーついてるのが快適すぎますね。そうですね、やばいっす。いや、この暑い時期は無理ですね。普通の洗車屋さんの。洗車もそうですし、もう作業で倒られるっていうのが一番怖いことなんで、安心してレンタルスペースも貸し出しできるんで。そうですね。快適に。また来週行きますんでよろしくお願いします。すいません、ぜひよろしくお願いします。いつもありがとうございます。いえいえ。どうですか、こうパッと見てみて汚れてますか？パッと見てやっぱり傷が今ちょうどライトあるんですけども、ここ傷入ってますよね。なんかそこも入ってますね。ちょうど今この辺りが映ってると思う。傷、洗車傷は入っちゃうもんなんで、これを今回ちょっと取っていきたいなと。右と左でちょっと分けて今回磨きます。ありがとうございます。今右半分ですね。右半分の上半分だけをちょっと磨いてみました。でこの辺から磨きましたよね。このそうです、真ん中ぐらいから。ちょうどこのぐらいから上をずーっと磨いていったので。いや、完全に小傷消えましたね。完璧に小傷と水垢がすごいね。やっぱ磨きでここまで変わるもんなんですね。だいぶ変わりますね。以前にコーティング LM ダイヤモンドしていただいてるんで、かなり傷がついてない状態かなと思いますね。じゃあ下半分磨いていきます。お願いします。これで右半分を今磨き終わったところですね。やっぱここまで綺麗にしてあげてからコーティングを塗ると、あれですか、長持ちするとかもありますか？やっぱりありますね。あるんですね。長持ちするっていうのと下地を作ることによって水の弾き方、これが格別に良くなりますね。どうしても汚れの上にガラスコーティングとかセラミックコーティングをのせちゃうと、やっぱこう凹凸があるので、そこでやっぱり引っかかったり、抵抗ができて流れがよろしくないみたいな。そうなんですよ。水弾きがちょっといびつな方向に走っていったりとかよくあることなんで、やはり下地はこのレベルぐらいまで整えて、もう平らな状態にしてコーティングを塗るともう完璧と。完璧です。ありがとうございます。こんな感じでひたすら磨いてもらって、ライト当てたら小傷がね目立ってたんですけど、ほぼ鏡みたいになりましたね。やっぱり普通の洗車しててもなんか小傷はつくみたいなんで、パッと見綺麗でも電気当てれば小さい傷は見えます。でそれが気になる方は、磨き職人にお願いして完全に綺麗にしてもらうのがいいですね。はい、ということでオートメッセ愛知初日が終了ですね。で今日はひたすらね、さっき見せた感じでひたすらスイスポ磨いてもらって、今日半分ぐらいかな、半分磨いて、で明日残りの面を全部磨いて、見えない小傷とか全てもろもろを消して、でコーティング塗るか塗らないか、になるみたいですね。はい、こんな感じでね、明日も引き続きね、車がピカピカになる様子をお伝えできればなと思うのでね、引き続きお楽しみください。オートメッセ愛知2日目始めました。ここで裏話なんですけど、もともと僕のスイスポでなくて他の車を展示予定やったんですが、都合が合わなかったので今回は急遽スイスポを展示することになったんですよね。もちろんオートメッセといえば屋台飯が有名なので、撮影の合間にひたすら食べたり、出店してる人で行くとアメリカの YouTuber のスティーブ的視点のスティーブさんがブースを出してたり、だいぶ前の僕が初めて参加した関西オフで来てたヘビ女さんもブース出してたりと、結構 YouTuber がブース出してました。
また TikTok でよく見る S2000 乗ってはる匠社長も来てたりと、 SNS でよく見るインフルエンサーめっちゃいましたね。僕は顔出しはしてないですけど、喋った瞬間に関西弁ですぐにサテンさんってのが分かるみたいで、普段動画見てくれる視聴者さんが結構来てくれて、ブースで喋ったりと展示して結構良かったですね。そこでみんな知ってる企業の中の人がまさかの僕の動画見てくれてて話しかけてくれたり、出展してた超大手メーカーと今度撮影しましょうみたいな感じになったので、そのうち大企業とのコラボ動画が上がるかもなので、皆様楽しみにしててください。ってことで2日目の前半はこういう感じで、昨日磨けてなかったところをひたすら磨いて下地を完全に整えたので、今からコーティングを塗ってフィニッシュです。では今研磨をしっかりと行ってからラボコスメティカのプロ用コーティング剤を塗布しました。ブリンドプラスと HPC プロです。こちらブリンドプラスを1層目まず塗って、対称性、傷のつきにくさを、物理防御ですね、物理防御を与えてから、この HPC プロでケミカル耐性を付与しました。これでしっかりと物理、ケミカルどちらからも守れる最強の鎧をまといました。で、ツヤ感を見てください。こちらもう極上のツヤでございます。でこちらはブリンドプラスを塗ると4年耐久、さらに HPC プロを塗ると耐久性が上がりまして7年耐久になります。でこちらラボコスメティカのプロ用コーティング剤、2本上陸しまして、まずはラボコスメティカ日本総代理店の京都ディティールが滋賀県の守山で先行してサービスを開始していきます。でその後、検証しまして、いろんな全国日本各地の施工店様に広げていきたいなと思っております。お店の情報は概要欄に載せておきますので、ぜひご覧くださいませ。いかがでしたでしょうか。室内に車入れて電気当てない限りそんなに傷とか目立ってなかったんですが、プロの職人が見ると結構傷とか汚れがあったみたいで、また僕のスイスポが加工1で綺麗になりましたね。オートメス終わってコーティングが完全に固まるまで待ってから洗車してきたんですけど、これコーティングが強すぎて泡がほぼ全部弾かれてますね。僕もいろいろなコーティング見てきましたが、今回のラボコスメティカのコーティングは加工1で強い気がします。こういったコーティングは専門店行かないと基本的に無理で、ガソリンスタンドでやってくれる有名なガラスコーティングよりも性能は間違いなく高くて、今回僕の車を磨いてくれた全国の磨き職人のお店だと、きちんと洗車で汚れを落としてからさらに研磨をしっかりして下地を完璧にしてからコーティングを塗るので、効果がかなり長持ちします。ガラスコーティングって決して安くないので、もしやるなら間違いなく腕のいいショップでやってもらうのが一番なので、動画の下にある概要欄に地域別でおすすめのショップの情報を書いておきますので、ぜひ洗車だけでもだいぶ綺麗になるんで一度行ってみてください。その際にサテンさんの動画見たと言ったらなんかおまけしてくれるかもですね。知らんけど、言うのはただなんで、ぜひ言うてみてください。また今回のラボコスメティカの日本未発売のガラスコーティングも経過観察して最新情報をお伝えしていくので、ぜひチャンネル登録して最新の洗車トレンドから次世代のカー用品まで定期的に発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。